根性で仕上げるお絵かきタイムアタック。始まるよ。お世話になっております。ステンと申します。今回はアークナイツの魔王アーミアのイラストでタイムアタックしていきたいと思います。すでに案出しが終わった状態でのスタートになっているんですが、こっそり貯めていたラフを使用したので、今回案出しはありません。ラフありエニー% といった感じですね。途中から画面録画し始めたので、下書きあたりまでクリスタのタイムラプス機能を使用していますが、線画からはちゃんと画面録画したものになります。一応キャンバスはラフの段階から作業時間記録されていますが、ちょっと当てにならないので、今回の記録は参考程度にしたいと思います。本当に申し訳ない。以前カラーラフでつまずいてしまったので、しっかり完成イメージできるまで試行錯誤します。特にスカート部分でくねくねしそうなので、早めに潰しておきたいです。と丁寧にラフを進めたら、ラフで7時間使ってしまいました。前回から何を学んだんですか？使ってしまった時間は戻らないので、挽回できるように頑張りましょう。下書きを進めると同時にライティングもある程度固めておきます。光源は正面からの光とアーミアの持つ中血の骨組みから漏れる光を意識しています。光源イメージを固める際に使ったレイヤーは今後も使うので、ちゃんと残しておきましょう。さて、線画に入ります。実はあの下書きが線画の予定だったのですが、あまりにも汚すぎて書き直しました。今回びっくりするほど線画の調子が悪いです。書き直したものの、お世辞にも調子のいい線画とは言えないので、ほぼ同じ工程を2度も繰り返していることになります。ガチのタイムロスです。線画の調子が悪い時は諦めて厚塗りに切り替えた方が完成品の見栄えがいい時があります。今回は根性ゴリ押しをバーペイントで進める方針のようですね。やっぱりスカートの質感で苦戦していますね。ゲーム内のモーションを見てもたゆたうような柔らかい質感なので、重力以上に空気の流れを意識します。後ろのスカートはどうせ見えなくなるので、後でシルエットだけ取ります。さて、今回魔王アーミアを描くことになった経緯ですが、このアーミア戦の戦闘 BGM が良すぎるんですよね。それに触発されて描き始めました。アークナイツは音ゲーとコラボしていることもあり、めっちゃ曲がいいです。なんとかこの曲を聴こうとサルカズロング頑張ったんですが、たどり着くのがやっとでクリアできませんでした。だいぶ初期の機器契約からの復帰勢だったもので、育成が音楽に触発されて絵が描きたくなること、私はよくあります。音ゲーっぽい曲が好きなので、いつか音ゲーのジャケットイラストとかやってみたいですね。言うだけなら、ただ魔王アーミアの獅子はやつれて痩せ細ったようなイメージで描いています。なので筋肉よりも骨や筋が目立つように意識しています。いやまあ、本当はアーミアに笑ってほしい。下地を塗ります。今回は囲って塗るツールを使用します。線画を適当にした分、バケツ塗りが機能していませんね。ざまあみろ。ちゃんと下塗りまで行う厚塗りの際、この作業が最も効率化難しいですね。レイヤー1枚の厚塗りであればこの工程を省けるのですが、それをさばききる技量を私は持ち合わせておりません。背伸びはせず、つつましやかにしていますわ。やっぱ力欲しいですわよ。いつものように濃いめの色で塗ってから色を変更します。塗り残し確認用ですね。線画に使うペンはアンチエイリアスがついていることがほとんどなので、バケツだけだとだいたい半透明部分まで塗れません。しっかり線の下まで塗れているかチェックします。これを怠ると大変な目に遭います。それもあって手作業で塗る方が多いんですけどね。
ここで後ろのスカートのシルエットだけ取っておきます。全体のシルエットを確認するためなので、自分でわかる程度で大丈夫です。次にマスク機能を使ってスカートの模様をくり抜きます。描画部分の選択方法ですが、 iPad 版なら画面端をスライド、出てきたコマンドキーを押しながらレイヤーを選択すると描画部分の選択が取れます。お恥ずかしながらこの機能は最近知りました。クリスタ、まだまだ使いこなせてない機能が多いので、いろいろ触っていかないとダメですね。メインのアーミアより逆位置のアーミアの方が出来が良さそうですね。お絵描きしてるとどうしても描きにくい顔や描きづらいポーズが出てきてしまいます。私は特に笑顔の元気なキャラの斜め折り構図が苦手です。口の位置で迷ってしまうんですよね。あとは癖で輪郭が下膨れになりやすいのも苦手な原因の一つです。まあこのアーミアはどちらでもないんですけどね。この辺りも安定して描けるようになりたいです。さてこのライティングですが、先ほど定山で追加した影を複製、焼き込みカラーに変更して描画部分を選択した後、選択部分を反転してグラメのグレーで塗りつぶし、塗りつぶしたレイヤーを加算発光にして明るさを足しています。自分で説明してても何やってんのか分かってません。でもこの手順を踏むと何かいい感じになることが多いんですよね。そして今度はこの焼き込みカラーレイヤーを整えていく形になります。なぜ定山ではなく焼き込みカラーなのかですが、コントラストの強い影にしたかったからです。光源が近いからですね。個人的な見解ですが、定山は室内光雨、焼き込みはスポットライトっぽいと思っています。光の種類によってライティングする際のレイヤー効果を使い分けています。意味あるのかわからないですけどね、こだわりです。太陽光の時や強烈に強い光の時はベースを暗めに塗って加算発光で光を入れてます。加算発光を使うやり方が私は一番落ち着きますね。過信しすぎてだいたい裏切られるんですけどね。やはりここでも布が鬼門ですね。というかスカートのライティングがおかしい気がします。影の付け方を間違えると奥行き感がなくなってのっぺりした絵に見えます。絵を見ている時に目の奥が痛くなるような感覚を感じたことはありませんか？奥行き感が潰れて前後の視線誘導が途切れた時にこの感覚になります。 XY 方向で視線誘導が存在するのはなんとなく取り入れられるんですが、 Z 方向の視線誘導にはまだ対応できていません。腕前不足です。これめっちゃ上手い人はみんなやってるんですよね。今回 Z 方向の視線誘導を取り入れようと試行錯誤しましたがダメでした。おお、マジェスティック。絵の中でも禁止とは。今調整し忘れてた頭の大きさを変更しましたね。なんで書き込んでから思い出したんですか？今回は両アーミアをベースに変えているので頭身を上げて大人っぽくしたいです。私はアクナイツをリリース当初からプレイしているんですが、ブランク期間が長かったこともありオペレーターが揃ってません。もちろん育成も追いついていません。それでも復帰早々最新のステージに殴り込みに行っても戦略次第で案外クリアできるんですよね。ここがアークナイツのいいところだと思います。ログボ取ったりデイリー周回するのが苦手なもので、サボり魔の起床でも続けられるゲームではありますね。まあちょっと語弊ありますか。奥行きを強調するためにリボンを手前にたなびかせてみます。渦巻くようなイメージですね。こういう視線誘導っぽいことならできるんですけどね、答えが分かってても改善できないのがもどかしいです。スカートがごちゃごちゃしてると感じたのでマスクで消しておきます。後で使いそうなものはマスクで消すことが多いです。こうして優柔不断さに磨きがかかっていくんですね。さてここまでが準備運動です。
ここから地獄が始まります。根性のオーバーペイントです。もうここまで来たらつ塗りって言うてか、もう後戻りできないので、念入りにカラーバランスを調整します。色味の調整はオーバーレイに頼ることが多いですね。下塗りに彩度の低い暗い色を使うことが多いので、オーバーレイが比較的乗りやすいです。オーバーレイはカラーサークルの真ん中のグレーより明るい色は加算、暗い色は上算になる効果だと考えれば扱いやすくなります。つまり下地の 50% のグレーは塗ったそのままの色が出るってことですね。まあへりくつは頭の片隅に置いておいて、オーバーレイかけるとなんだか色が飛ぶなと思った時は、上算で暗めの色を置いてからオーバーレイするとちょっとだけ塗りやすくなります。多少暗くなっても色調補正やトーンカーブで修正すればいいですからね。カラーラフが完成しているので、差し色に突飛な色を受けやすくなっています。ええやん、毎回やるんやでこれ。オーバーペイント進めていますが、今回は水彩協会のつく四角水彩という配布ブラシを使用しています。少しでもアークナイツの雰囲気に寄せていきたいので、タッチの目立つ塗り方をしています。二次創作の場合は、できるだけ元の作品との雰囲気が乖離しないようにすることと、原作へのリスペクトを持って制作しています。特に顔は必ず比率なども測って、できるだけ似せる努力をしていますね。それでもなんか違うと富江現象を起こすので、まだちゃんとした観察眼が備わっていないんでしょうね。アークナイツは手癖とシナジーが高い部類なのか、しっくりくる感じがありますね。暗い部分の線画が潰れているので、白に変えて視認性を上げてみます。ちょっとこの2人に情報量が欲しいなと思ったので、アーミアの手の原石もここで足しておきます。色が濃く情報量に与える影響が大きいため、ある程度書き込みを割ってから追加しました。つまりビビりました。すんません。この2人の思い切りはまだありませんね。北斎でハイドラに突っ込むくせにも、冠の書き忘れに気づきましたね。なんか今回は物忘れが多いですね。年かな。ここまでの自己評価は45点ぐらいですかね。順調ではあるんですが、書き込みの我慢ができなくなってきて、特に中央がどっちらかってしまっています。正直これに関しては構図選択でミスってる気がするので、今後のリカバリー次第では9大点です。自分でも自己評価は結構厳しい部類だなと思うんですが、難題がクリアできた時の達成感がたまらなくてですね、きつければきついほどハマってしまいます。お気づきかもしれませんが、お絵描きの苦しみで快感を得ています。助けて。ここの手、結構納得いく感じにかけていたんですが、資料の確認ミスで泣く泣く潰しました。資料はちゃんと確認しようね、お姉さんとの約束だ。ちなみにこのケアレスミスはまだマシな方です。大学時代の課題でキャンバスを反転して描いていたことを忘れて、完成後向きが違うことに気づいた時は、絶叫するビーバーみたいな声が出ました。ちゃんと期限内に書き直して提出しました。
デスステンは妥協を許さない。最終調整に入りました。背景も表示したので完成イメージがつかみやすいですね。今回オーバーペイント主体だったこともあり、カート分けがあまり機能していません。なので機能面の解説が含まれている部分にタイムスタンプをご用意いたしましたので、ぜひ概要欄からご活用ください。さて、画面がギラギラしすぎてきたのでコントラストの調整をします。トーンカーブを真っ平らに近づくように調整し、作成されたマスクを透明エアブラシでふわっと消します。この方法、明るさやコントラストを調節するとき便利です。一応他のアプリでもレイヤーを統合複製して、同じように縮長補正複製されたレイヤーを消すことで同じ挙動にできます。背景の加工を行います。カラーラフをほぼそのまま使うようですね。歪みツールでうねりを足していきます。ついでにシャープもかけてよりいびつに。カラーラフをそのまま使用するときはだいたいカラーラフでイメージが決まったときですね。いつもは統合前のレイヤーを残しているんですが、こういう時に限って残してないですね。なんでかな。ベールを描きます。定山で色を置いたら通常レイヤーで反射する光を出します。シワを書き足して、最後に表示レイヤーのコピーを結合、ベール以外の部分を範囲選択で削除して、フィルターギャラリーからノイズを加えます。あら不思議、オーガンジーっぽいベール。メインのアーミアが余りそうだったので遠回りのシルエットを強調しています。スカートの影がシルエットの邪魔してるんですけどね。もう消せなくて。ここびくねくね、典型的なら超えられない現象とか見え現象を起こしてます。約15時間超えるとゲシュタルト崩壊してきますね。目が気に食わんようです。闇深にするか普通にハイライトを入れるか。この辺りでプロプリに移ってテクスチャを追加していきます。テクスチャによる情報量追加はプロプリに分倍が上がりますね。ここからはフォトショップに移ります。目的はカメラローフィルターを使った加工です。この機能のすごいところは色ごとにサイドを上げたり色調を補正できるところですね。マゼンタを目立たせたかったのでマゼンタの回をいじっています。ほんとこれがないと完成しないです。これのためだけにアドビに課金してます。そろそろ完成です。保存したところでタイマーストップ。お疲れ様でした。完走した感想ですが、今回はまあいい感じのタイムですね。カラーラフを終わらせていた分くねくねタイムを減らせましたが、情報量の取捨選択に問題ありといった感じなので、次回からの課題は情報量ですね。精進します。次回ステンシス、長い間お付き合いいただき誠にありがとうございました。それでは。